ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回は今まで確認したストーリーから、無作為にピックアップしたようだ。いわゆる総集編。結構な数があるけど。いつも挟んでいるトークは今回なしだ。ホラー話だけに集中できるぞ。あの時間で怖さを紛らわせてたのに。視聴はみんなと一緒にするからな。最後の映像が終わったらまた話そう。リタイアしないように頑張るね。私が若い時、アパートを借りて住んでいました。そこは廊下が真ん中にあって、その左右に部屋が5部屋ずつありました。2階建てで、全部で20部屋近くあったと思いますが、その一角にトイレや台所があったので、部屋数としては15、6くらいだったでしょうか。そのアパートの裏は竹やぶで、少し離れたところにお寺がありました。高校を卒業して親元を離れ、知らない土地で一人住まいでしたが、そのうち寮を出てそのアパートに移り住んだのです。自由になりたかったのが大きな理由でした。その部屋は家賃が結構安くて、その代わり6畳一間でした。住んでから色々と気づいたのですが、なぜか夜になると生臭い匂いがして、誰が何を焼いているのだろうかと思っていましたが、他の住人にも聞きにくくて我慢をしていました。また2階に上がるところが靴脱ぎ場で L 字型になっているのですが、そこに時々おばあさんが座っているのを見かけました。はじめはびっくりしましたが、振り返ってみるといなくなっていたり、またしばらくすると座っていたりでなんとも気持ちが悪いのです。そこで前から住んでるという女の人に聞いてみると、あんたも見たの？あの人幽霊よ。時々いるけどどいてと言うといなくなるわよ。と簡単に言いました。そして、だから家賃も安いのよ。みんな出ていくから。と言っていました。言われてみると、確かに部屋数の割には人の姿が少ないように思いました。話ついでに、その女性にあの生臭い匂いは、と聞くと、あれは向こうの土手のところに一焼き場があるのよ。夜になると、向こうから風が吹くから匂う。のだとか、確かに高い煙突が見えていましたが、それが焼き場で幽霊まで出るとあって、私はそれからすぐにそこを出ました。もう随分昔の話ですが、今でも怖くて嫌な思い出です。これは私が大学生だった頃、友人と一緒に体験した話です。その友人は8階建てマンションの最上階に住んでいました。3LDK の部屋を借りて、他2人とルームシェアをして暮らしていたようです。その物件はどの部屋も同じような間取りで広さがあり、彼らと同じようにルームシェアをしている大学生や、家族で住んでいる方もいらっしゃいました。私も何度か足を運んだことがあるのですが、失礼な言い方ですがお世辞にも綺麗なところとは言えず、古めかしい、という言葉がぴったりな建物でした。汚いというわけではなく、建物が老朽化するのも仕方がないことではあります。それでも、何と言いますか管理が行き届いていないというか、敷地内の木々も剪定がされておらず、近づきがたい雰囲気がありました。友人の部屋は8階なので、もちろんエレベーターを使います。そのエレベーターも年季が入っており、初めて乗った時は急に止まったりしないだろうか、と少し不安になった覚えがあります。ボタンを押して待っているとエレベーターが到着し、乗り込もうとすると向こうから小さな男の子が走ってきました。おそらく4歳か5歳くらいでしょうか。とても小さくて可愛らしい男の子です。背伸びしてもエレベーターのボタンに届かないらしく、頑張ってる姿は微笑ましく応援したくなります。何階に行きたいのかな？そう私が尋ねると、
6階。元気よく答えます。私が6階ボタンを押して到着すると、その子は、ちゃんと出てきてくれるかな？と無邪気な笑顔で独り言を言いながら駆け出し、エレベーター近くの部屋である603のチャイムを押して、扉が開くのを待っています。その様子を横目に、私は友人の部屋である、803号室を訪ねて宅飲みを開始しました。しばらく楽しんでいると夜も更けてお酒が足りなくなり、私はアパートの隣にあるスーパーへ、お酒とつまみの追加を買いに行きました。時間はすでに午前3時。こんな時間では買って帰っても、飲まずに寝てしまうんじゃないだろうか、と思いながらも買い出しを終え、エレベーターに乗り込みます。すると、昼間会った男の子が走って飛び乗ってきました。酔っていたとはいえ、さすがに、なぜこんな時間にこの子は外を出歩いているんだと私は思いました。確か、6階だったよね。昼間と同じ階だろうと思った私は、その子へ尋ねます。すると、7階だよ。と返事をしてきました。あれ？私の記憶違いだったかなと思いつつ、言われた通り7階のボタンを押してやります。7階に着くと、彼は近くの部屋の703へまっしぐらに走っていき、チャイムを鳴らして扉の前で待ちながら、ちゃんと出てきてくれるかな？と言っています。私は少し薄気味悪いものを感じ、部屋に帰るなり友人にこの話をしました。603、確かフットサルサークルの先輩が、住んでるはずだから、子供はいないけど、一応、その先輩に確認してみることになり、迷惑を承知で電話をしてみます。すると先輩は、昼間にチャイムの音を聞いたが、覗き穴から外を見ても誰もいなかった、と言っていました。思わず顔を見合わせる私と友人。時刻はすでに午前4時30分です。これはもう寝てしまおう、という流れになりました。その時です。ピンポーン。チャイムの音が響きました。背筋に寒気が走り、心臓の鼓動が早まります。これは絶対出てはいけないやつだ。と、私は直感しました。ところが止めればよかったのに、友人は、少しだけ外覗いてみる。と言って玄関に向かったのです。すぐに彼は戻ってきました。何か見た？まさか子供いた？私が尋ねると、友人は、いや、誰もいなかったよ。と答えたので、私はほっと安心しました。ところがその安心もつかの間、友人は続けます。外には誰もいなかったんだけどさ。玄関に近づくと声が聞こえたんだよ。ちゃんと出てきてくれるかなって、小さな子供みたいな声で。これ以来、私は友人の部屋に行っておらず、友人も卒業で引っ越ししました。もし玄関を開けて出ていたら、どうなっていたのでしょう。自分が小学生3年生の秋に体験した出来事です。その年の秋は土日と祝日が続き、ちょっとした連休になったので、自分と自分の両親、同級生で親友だった S の4人で、一泊のキャンプに出かけました。当時は今ほどのアウトドアブームではないため、連れて行ってもらった山の中のキャンプ場は、自分たち以外に利用者が誰もおらず、少し寂しい感じでしたがそこは遊びたい盛りの小学生。隣接する河原で遊び回り、夜のバーベキューをしっかり堪能しました。寝る間際に普段は勝ち気な S がホームシックになって、帰りたいとぐずったのを両親となだめつつ、キャンプは翌日の午前中には何事もなく終了し帰宅しました。問題はキャンプから帰った翌日の早朝でした。まだ夜も明けきってない薄暗い早朝に家の電話が鳴りました。当時家の電話はまだナンバーディスプレイの搭載されていないタイプで、誰からの電話かわかりません。両親はキャンプの翌日で疲れもあり熟睡して起きる気配がありません。自分もかなり寝ぼけていましたが電話があまりにしつこくなるので、もしもし、
と受話器を取りました。〇〇。おはよう。電話口から聞こえたのは、自分と同じぐらいの年代の活発な感じの女の子の声でした。しかし声からは誰かわからず、同級生にも家に電話をかけてくるような女の子に全く心当たりがありません。寝起きもあって自分が何も言えないでいると、昨日のキャンプ楽しかったね。夜のバーベキューのエビ美味しかったよ。そういえば S のやつ、普段生意気な癖して、夜にホームシックになって、あれはマジでウケたよね。と、一方的に前日のキャンプの出来事を事細かに話してきます。自分も寝ぼけていた頭が覚醒するにつれ、だんだん怖くなってきました。あの場には自分と両親、S の4人しかいなかったはず。どうしてそんなこと知っているのか。君誰？どうしてそんなこと知ってるの？私だよ。わからないの？ごめん、寝起きで頭回ってないんだ。素直に謝って誰か聞いてみました。するとやや沈黙の後、ずっと一緒にいたのに。とぽつりと言うと電話は切れてしまいました。自分は怖くなりましたが、すぐに S か S から話を聞いた。誰かのいたずらだと思い、すぐに S に電話をかけてみました。しかし S も昨日の今日のことで S の親以外に誰にもキャンプの話はしてないし、また S がホームシックになったことは親にも恥ずかしくて話してないとのことでした。続けて両親が起きた後に同じく聞いてみましたが、やはり両親もキャンプのことはまだ誰にも話してないとのこと。結局いたずら電話ということになりましたが、あの電話の主は誰だったのか。なぜ自分と両親と S しか知らないキャンプのことを知っていたのか。そして最後のあの一言。今でも忘れられません。夏休みに祖母の家にお泊まりに行った時の話です。田舎の夜は早く、ご飯を食べると即お風呂。お風呂を上がるとそのまま布団へ潜り込むというライフスタイルに、少し都会で育った僕は違和感を覚えました。それでも何もすることもありません。仕方なく布団へ入り、じっと目をつむって入眠するのを待っていました。しかし、いつまで経っても眠れません。周りでは祖母や妹たちの寝息が聞こえてきました。田舎の夜は真っ暗です。それでも嫁が聞いてきて周りの様子がはっきりとわかるようになってきました。まず、布団を敷いてみんなが眠っていた部屋は仏間でした。大きな古い仏壇が私の足元にあります。ここからが本題です。その仏壇の輪がチーンとなりました。僕はドキリと固唾を飲みました。なんで誰も触ってない仏壇の輪が一人でになるんだと怖くなりました。気のせいにしようと僕は思いました。きっと幻聴か何かを聞いたんだということで納得しようとしたのです。しかし、それは許されませんでした。いきなり輪が連続でチーンチーンチーンとなり始めたのです。僕はさすがにただごとではないと思い、祖母を起こそうとしました。けれども、体が動きません。頭の先から足の指先まで、まるで硬直したようになってちっとも動かないのです。そうです。僕は金縛りにあっていました。輪は乱れ打ちのような音を響かせ、ますます音が大きくなっていきます。祖母も妹もその音には気づいていないらしく、寝息がスースー聞こえるばかりです。僕は汗だくになっていました。ようやく目だけが動くことに気がついたのです。僕は周囲をキョロキョロと見回しました。すると雨戸のあたりに中年の旧日本兵が一人立っていました。いや、そんなところに兵隊さんがいるわけがありません。しかしいるのです。僕のことをじっと見つめています。お化けだ。とっさにそう思いました。旧日本兵の霊は無表情でずっと僕を見つめ続けています。青白い顔をしていました。僕は目を合わせてしまい、ますます体が硬直しました。息が荒くなります。助けてと叫びたいのに声が一向に出ません。
旧日本兵がゆらりと動き始めました。僕の方にやってきます。来るなと叫びたいけどやはり声にならず、旧日本兵が僕の枕元にゆらりと移動してきました。僕は恐怖のあまり失神してしまいました。気づけば朝でした。昨夜のことを祖母に話しても相手にしてくれません。しかし、僕は気づいてしまいました。仏壇の上に掲げられている家こそが、昨べの旧日本兵だったということを、あの体験は何だったんでしょうか。今でもはっきり覚えています。小学生の頃、近所の商店街の裏に、モノビル、と呼ばれる4階建ての細いビルがあった。当時はそのビルが何なのか知らなかったが、後になってからあれがソープランドだったと知った。と言っても当時はもう営業しておらず、ボロボロのビルにピンクの桃のロゴが印象的な看板が残っていただけだった。確か小4くらいの時だったと思う。クラスメイトの映画突然、桃ビルって横から入れるって知ってた？と言い出した。廃墟になっていた桃ビルは当然入り口が封鎖されていたが、彼の話によると正面から右手に回ると鍵のかかっていないドアがあるらしい。俺の兄ちゃんの友達が肝試しに行ったら、女の裸の写真があったらしいよ。そんな話を聞いたら入ってみたくなるのが子供というもので、俺と A と B の3人で行ってみることにした。桃ビルは商店街から外れたところにあるため、人目はさほど気にならない。しかし夕方になると近隣のスナックやバーが営業を始めるため、多少人通りが増える。それなら夕方以降より人の少ない昼間がいいということで、夏休みの昼間に行くことになった。当日、俺たちは人目を避けるように遠回りして桃ビルに到着した。ほらこっちこっち。小声の A に手招きされ、ビルの右手側にこそこそと入る。なるほど。確かにそこにはドアがあった。A がゆっくりドアノブを回して引くと、ギギーと嫌な音を立てながらドアが開いた。本当に開いたよ。俺たちは誰も見ていないことを再確認し、ドアの中に入り込んだ。うわ、暗。慌てて懐中電灯をつける。視界に飛び込んできたのは残されたデスクと、何も入っていないファイル。おそらくこの狭い部屋は事務所として使われていたのだろう。棚も見てみたが、書類らしきものは何一つ残っていなかった。女の写真なんてどこにあるんだよ。3人でぶつくさ言いつつ次の部屋へ向かうことにする。ドアを開けるとそこは細い廊下になっており、奥には螺旋階段も見えた。ここで初めて、桃ビルに地下があることを知った。なあ、地下降りていい？好奇心旺盛な B はそう言いつつも、勝手に階段を降り始めていた。仕方なく俺と A も後に続く。しかし地下の床は浸水しており、とても降りられる状態ではなかったため、急いで引き返した。A はこの辺りからなぜか無言になってしまった。1階に戻ると、事務所の隣にもう一つ部屋があることに気がついた。テーブルと灰皿、そしてソファが置かれたその部屋は、おそらく客の待合室だったのだろう。壁にはデカデカと注意事項と書かれた紙が貼られている。全体的に痛みが少なく、この部屋だけ現役で使えそうな雰囲気だった。あ、ねえ、これじゃね？ B が何かを懐中電灯で照らした。下着姿や、裸にタオルを巻いただけの女の写真がずらりと並んでいる。これが A のお兄さんの友達が見たという写真なのだろう。なんだ、すっぱだかじゃねえのかよ。B が文句を言って部屋を出る。A は無言のまま B についていく。よし、次は2階だな。B はそう言うと2階へ続く螺旋階段を登り始めた。A は一瞬ためらっていたが、俺が B に続いて登り始めると、A も恐る恐るついてきた。2階は廊下といくつかの部屋になっており、
同じ形のドアがずらっと並んでいた。B が手前のドアから一つずつドアノブをひねっていったが、当然開かない。しかし廊下の突き当たりの部屋のドアノブを回したとき、ガチャリと音がしてドアが開いた。開いた。マジかよ。すげー。中見ようぜ。俺と B は懐中電灯で部屋の中を照らした。俺と B は言葉を失った。狭い部屋の中には小さなバスタブとベッドらしきものがあるのだが、そのバスタブに人が入っていた。長い髪で顔が見えないが、おそらく女だろう。その女が、甲高い声で言った。まだだよー。まだできてないんだよー。その後俺たちはダッシュで階段を降り、事務所に戻ると、外に繋がるドアから慌てて外に出た。そして3人とも無言のまま、走ってモモビルから離れた。途中何度か転んで膝をすりむいたが、なるべく早くモモビルから離れたかったので気にせず走り続けた。あれ何？人の多い公園にたどり着き、やっと B が口を開けた。何って。生きた人間ではないよな。幽霊。俺がそう返すと、B は首を横にぐんぐん振り。いや。幽霊なんているわけないだろ。と半泣きで叫んだ。その様子を黙って見ていた A が、ぽつりと、ごめん。とつぶやいた。A の話によると、A は浸水した地下の奥に、人が立っているのを見たらしい。それはガビガビの体にボロボロのバスタオルを巻いた女で、俺たちの方を見てにやりと笑ったらしい。見間違いかもしれないしと思って何も言わないでいたんだけど、先に言っとけばよかったよな。ごめん。A に謝られ、俺と B は顔を見合わせた。いや確かに怖い思いはしたけど、別に A のせいじゃないよ。気にすんな。そう言って A を慰め、その後解散した。それから数日後に、B が行方不明になった。俺と A は怖くなり、モモビルでの出来事をすべて大人たちに話した。当たり前だが、親にも先生にも警察にも死ぬほど叱られた。しかしその結果、モモビル内の捜索が行われ、B は無事保護された。俺は B がモモビルにいたということを聞いただけで、詳しい状況は知らなかったが、しばらく寝込んだ後目覚めた B は、俺たちとモモビルに行ったことも、自分が一人でモモビルに入り込んだことも、忘れてしまったようだった。その後、モモビルに入ったことがあると言っていた。A のお兄さんの友達から、衝撃的な話を聞かされた。モモビルの階段は壁で覆われて封鎖され、地下に降りることも2階に上がることもできないはずだと。じゃああの時、俺たちはなぜ地下と2階に行けたのか？行方不明になっていた B はモモビルのどこにいたのか？モモビルは現在は取り壊されてなくなっている。これは、私が中学生の時に初めて体験した怖い話です。それまで特に心霊現象などを見たことはなく、もちろん霊感などというものもありません。強いて言うなら母に少し霊感があるくらいです。その日はいつも通りの一日を過ごし、いつもと同じ時間にベッドに入り、いつもと同じように眠りにつきました。いつもと違ったのは、真夜中に目が覚めたこと。普段なら朝までぐっすり寝ているのですが、その日はパチッと目が覚めてしまい、真夜中とは思えないほど一瞬で頭がクリアになったのを覚えています。なぜなら、部屋の外に人の気配を感じたからです。当時の私の部屋は、ドアを開けると正面にリビングまで続く廊下がまっすぐに伸びていました。その廊下をリビングからこちらに向かって歩いてくる人の気配がしたのです。廊下はカーペット敷きだったので足音はしませんでしたが、静かな中を人が歩けば気配でわかります。ゆっくりと、ですが確実に私の部屋に向かって人が歩いてくるのです。最初は、
隣の部屋の父かあるいは母かとも思いましたが、そう感じたのは一瞬で、これはそのどちらでもないと瞬時に感じました。その理由はわかりませんが、なぜだかそう感じたのです。とにかくまずは体勢を整えたい、父を呼ぶために声をかけよう、と思った瞬間、それができなくなっていることに気づきました。首から下が全く動かず、声も出せなくなっていたからです。パニックになりかけましたが、一方で冷静な自分もいて、部屋の外の何者かがどう動くか息を殺して探っていました。私のベッドは、廊下側から扉を開けると右手に、頭が扉側に来るように配置されていました。部屋の外の気配がよくわかる反面、今誰かが侵入してきたら身を隠すことができません。体が動かないか必死に抵抗してみましたが無駄でした。どうしたものかと逡巡していると、急に部屋の外から声が聞こえてきて、一気に血の気が引きました。私の知らないか細く小さい声が私の名前を呼んでいるのです。栄光。栄光。と最初のうちこそ小さな呼びかけでしたが、私の返事がなかったからか、声の主は徐々に大きな声で名前を連呼し出しました。と次の瞬間、栄光。と、絶叫にも似た呼びかけとともにドアを叩く音。それも尋常じゃない強さと手の数で、扉を叩き壊さんばかりの音が部屋中に響き渡りました。恐怖で何もできずにいると、一瞬で気配が消え、急に部屋が静かになりました。これが金縛り？もうこれで終わった。と思ったのもつかの間、まだ体が動かないことに気づきました。終わってない、部屋に入ってきたんだ、と本能的に感じました。と同時に体が重くなり、何かが体の上に乗っているのが布団越しにわかりました。パニックになりつつ目を動かしてそちらを見ると、何か黒い塊が馬乗りになっていたのです。体が動かないのも忘れて逃げようとしましたが、徒労に終わりました。黒い塊は断末魔のような悲鳴を上げながら、私に覆いかぶさるように眼前に近づいてきました。嫌だ、と思った瞬間、体がふっと軽くなり、馬乗りになっていたものが消えたのです。途端に金縛りが解け、部屋もいつも通りの空気になっていました。そこで初めて破裂しそうなほど心臓がバクバクしていたこと、汗で全身ぐっしょり濡れていたことに気がつきました。終わった。という安堵感でいっぱいでしたが、その後朝まで全く眠れなかったのは言うまでもありません。それからというもの、悲しいことに金縛りになることが増えてしまいました。ですが、これほど怖い思いをしたのはこの時だけです。私の地元には恋峠という、有名な心霊スポットがあります。古い細い峠道で、登りきる手前にお寺と、山頂近くにお地蔵さんがポツンと一体立っています。そこから下へ下っていくとボロボロの廃屋があり、そこが昔、一家惨殺事件があった。いや、家族全員が首吊り自殺をしただとかで、地元の肝試しの名所になっていました。ある時、母の友達が家に遊びに来た時、たまたまテレビで夏場の心霊特集をやっており、そこでおばさんが教えてくれた話です。おばさんの親戚で、恋峠のお寺に勤めているお坊さんがいるそうです。おばさんが、やっぱりあの廃屋は出るの？と聞くと、お坊さんは、いえ、秋葉のことはわかりませんが、うちのお寺には出ますよ。と、お坊さんの話では、夜中になると、山頂のお地蔵さんの横に鎧をまとった武士が佇んでいるそうです。お坊さんはたびたび会いに行き、お経を唱えてあげると、それを聞き終わると同時に消えていくのだそうでした。その話を聞き、しばらくしたある日、私は飲み会の帰りに帰宅するのにタクシーを拾いました。乗車中運転手さんと世間話をしていると、
ふとお坊さんの話を思い出して尋ねてみました。タクシードライバーの方はよく心霊体験をするって聞いたんですが、本当ですか？この辺りで言うと恋峠とか、そう言うと運転手さんはちょっと間を置いて、そうですねとつぶやくように言いました。あそこはね、夜中通るとお地蔵さんのところで、エンジンがよく止まるんですよ。まあ、あそこからはずっと下りだから、ブレーキとハンドルでなんとか運転できるでしょ。下まで着いたら、エンジンも元に戻るんですけどね。あんまり夜中は通りたくないですね。そういう運転手さんの話を聞きながら、私は本当にあそこに立っているんだな、と実感しました。今は新しい広い道が作られ、お寺とお地蔵さんにつながる道は、ほとんど使われなくなってしまいましたが、今でも恋峠を通るときはあの話を思い出します。幼い頃から不思議な体験をしてきた私は、空室掃除の仕事を手伝う羽目になりました。過料なのである程度の裁量があるものですから、特に嫌な気配がする部屋はパートさんやアルバイトに割り振ります。申し訳ないな、とは思うのですが、見えてしまったら面倒なんです。これはそんな私が行き当たった、とあるマンションの一室の話です。事故物件じゃないけど、住人がよく変わる部屋。あらかじめ不動産屋から、そう説明がありました。5階建ての3階部分。予定通りの時間に作業を終え、いつものように最終点検をしていると、夕焼け小焼け、のメロディーが外から聞こえました。17時の合図でしょうか。掃除完了の電話をしているとガタごとと微振動があり、カンカンと遮断機が降りる音もします。冬なので外はすでに暗く、暖房がない部屋は底冷えがします。清掃道具を通路に出し、廊下で夫の迎えを待ちました。師走は忙しいので、一人で1部屋の清掃を任されることもあります。しばらくすると、不動産屋と夫が2人で来て引き渡し完了です。何か異常はありませんでしたか？不動産屋の問いに何もないと答えると、世間話が続きます。この部屋の住人は、過去3人鉄道事故で亡くなっています。まあ事故物件ではないんですけどね。そういう部屋なんです。夫が怪訝な顔で問います。ほう、鉄道事故というと、自殺ですか？どこで？近くに鉄道ないですもんね。そう、このマンションからはバスに乗らないと駅に行けない。でも私は部屋で電車特有の細かい振動を感じたし、さらには遮断機の警報音も聞いた。それが、原因不明なんですよ。人目の多い明るい時間だったり、買い物帰りだったりで。私には見当がついた。ふとした瞬間に、発作的に背中を押す者が住む部屋。過去に3人。でも、誰に言う？事故物件ではないから。私は、引き継ぎ事項なし、チェックを入れたんです。事故物件ではないから。先日、私の兄が他界しました。兄は真面目で几帳面な性格でしたが、その気が強すぎたのか社会へ馴染めずに長い間、実家で引きこもりのような生活をしておりました。両親が健在だった頃はまだ良かったのですが、親が亡くなってからは実家全体がゴミ屋敷状態になり、家を出た私と姉で様子を見守ってはいたものの変化は見られませんでした。そんな兄は晩年に体調を崩して入退院を繰り返しており、とても辛そうでしたが、様々な意味で、やっと楽になれたのかなと考えてしまいます。お葬式も無事に済ませ、生活も落ち着きを取り戻したなと思った矢先、我が家に怪奇現象が起きました。おい、これ何の音だ？明け方の4時頃、夫の声で目が覚めました。家のどこかでメロディが鳴っています。曲は同様のロンドン橋でした。どこで鳴っているのだろうか？
こんな音がするもの、家にあったかしらと探しているうちに、オルゴールのメロディだと気がつき本棚へ向かいます。その頃にはもう音楽は止まっていました。我が家は昔、オルゴールにハマっていた時期がありまして、その時に集めた4体が本棚へ並べてあります。ですが動かさないまま、10年以上は経っているという代物です。確認のため、1個ずつ鳴らしてみますがどれもメロディが違います。そして最後の1個を鳴らそうとネジを回しますが、壊れているのか全く回りません。ひっくり返して表示を確認してみると、その壊れているオルゴールのメロディがロンドン橋でした。壊れて動かないはずのオルゴールがメロディを奏でていたという怪奇現象。私と夫は青ざめましたが、なんとなくお兄ちゃんが、最後の挨拶をしに寄ってくれたのではないかと感じました。生真面目で生きづらかったお兄ちゃんも、天国ではきっと元気に過ごしている。私はそう思っています。ある日私は会社から1ヶ月間の出向を命じられ、地方都市へ向かいました。1ヶ月の宿泊は会社が用意してくれたマンションです。しかしそのマンションは、仕事場から、車でも2時間かかる離れた場所にありました。知らない土地、知らない人たちという環境に加え、通勤に2時間は正直辛いと感じました。そこで私は仕事場の近くに宿泊所となる物件はないか探しました。とりわけ観光地でもないその町には、ホテルや旅館などはありませんでした。まあ1ヶ月の辛抱だしな、と諦めかけた時、出向先の事務員さんが、ここから15分ほどかかるんですけど、と、隣町の賃貸マンションを紹介してくれたのです。私は早速、不動産屋へ飛び込み、その賃貸マンションを借りる手続きを取りました。そこは周りの建物とは不釣り合いの高層マンションでした。不動産屋さんと空いている部屋へ向かい、ドアを開け中に入るとひんやりした空気の中に、カビ臭い匂いを感じました。背後にゾクッとする人の気配のようなものを感じ、振り返りましたが誰もいません。腕組みをしながら部屋中を見渡しましたが、ちょっと何かがありそうな予感はしました。空いている部屋はここだけですかと尋ねましたが、どうやらその部屋しかない様子でした。仕方なくこの部屋を借りることにした私は、一つしかないという鍵を不動産屋さんから受け取りました。翌日の朝、エレベーターに乗り、1階のスイッチを押しました。仕事だるいなぁなどと思いを巡らせていると、いつの間にか1階についていたのでエレベーターを降りようとしました。するとその時、初めて女性が一緒にエレベーターへ乗っていたことに気づきました。あれ？どこで乗ってきたんだろう？どこかでエレベーター止まったっけ？私がエレベーターへ入った時、確かに誰もいなかったはずです。ですが昨日は会社が用意してくれたマンションからの移動に、夜遅くまでかかってしまったので、きっと寝ぼけていたんだろう。気づかないうちに乗ってきたんだろうと思い、あまり気にも留めませんでした。そして一日の仕事が終わり、マンションへ戻った私は、エレベーターを待っていました。ふと朝の出来事を思い出し、周囲を見ましたが誰もいません。確かに私一人だけです。誰も乗っていないエレベーターに乗り込み、13階のスイッチを押しました。エレベーターが13階へ到着して扉が開き、降りようとすると、また朝いた女性が乗っていたことに気づきました。思わず声を出しそうになるほど驚きましたが、こんばんは、と小さな声で挨拶をしてエレベーターを降りました。私の頭の中は怖さと驚きでいっぱいです。確かに誰も乗っていなかったはずでした。突然、パッと女性が目の前に現れたのです。翌朝、エレベーターに乗るのは怖かったのですが、13階から階段で降りるのも、
と思いエレベーターを使いました。しかし例の女性と乗り合わせることはありませんでした。なんだ、やっぱり私の思い違いか。と、私はほっと胸をなで下ろしました。とある日、私は残業となってしまい帰宅が深夜になりました。エレベーターを使って部屋まで直行し、真っ暗な部屋に明かりをつけた瞬間、背後に強烈な人の気配を感じました。人がいるはずもありません。でも、背後に人の息遣いをビシビシと感じます。冷や汗が垂れるほどの緊張と恐怖の中、私は心の中で、1、2、と数え、3、で思い切って後ろを振り返ってみました。後ろにはエレベーターで乗り合わせた、あの女性が立っていました。私は絶叫しながら部屋を飛び出しました。そして最寄りの交番へ飛び込み、警察官と一緒にマンションへ戻りました。部屋に入ろうとすると、開けっぱなしで飛び出したはずの、ドアの鍵がかかっていました。ですが鍵は私の服のポケットの中です。オートロックではないマンションですので、鍵をかけなければ鍵はかかっていないはずです。警察官と一緒に部屋の中をくまなく探しましたが、誰もいませんでした。お疲れのようですから、勘違いでもしたんでしょう。と言い残して、警察は帰っていきました。その日の夜は恐怖で部屋にいるのも嫌でしたが、もうかなり遅い時間です。とりあえず一晩過ごすことにしました。しかし部屋にいると、どこからともなくシーンと静まり返った部屋に、女性のすすり泣く声が聞こえるのです。もうダメ。これ絶対何かある。そう確信しつつ、私は布団をかぶりながら念仏を唱えて時間が経つのを待ちました。その一晩は、間違いなく私の人生の中で一番怖い瞬間でした。翌朝、朝一で不動産屋さんに行きました。これまでの経緯を息もつかず話しすると、不動産屋さんは申し訳なさそうにこう言いました。実はあの部屋は、事故物件で本来ならお貸ししない部屋なのです。しかしお客様がどうしてもということでしたので、そして以前にあの部屋へ住んでいた女性が自殺をしたこと。一人でエレベーターに乗り13階のスイッチを押すと、女性が現れるという噂があったこと。13階の部屋は人の出入りが激しいことなどを話してくれたのです。やっぱり、女性は本当に現れるんですね。不動産屋さんは独り言のようにつぶやいていました。女性がなぜこの部屋で自殺をしたのかはわかりません。女性にはここで一緒に暮らしていた男性がいたそうなのですが、その男性も同じ頃に別の場所で自らの命を絶ったのだそうです。そして2つあったはずの部屋の鍵は、1つしか見つからなかったという話も聞きました。会社から用意されたマンションに戻った私は、無事に出向期間を終えて普段の生活に戻りました。その後その地域には一度も足を運んでいませんが、あのマンションは今でもあるのでしょうか。この前の深夜、タバコが切れたので、コンビニまで買いに行くことにした。翌日にしたらいいじゃないかと思うかもしれないが、頭脳労働に甘いものとタバコは欠かせないのだ。夏といえど夜ともなればシャツ一枚では肌寒く、適当な上着を羽織って外に出た。三日月が薄ぼんやりと空に浮かび、なんとなく楽しくなっていた。特に何事も起こらずにコンビニに到着し、タバコの他にチョコレートやジュースの類を物色していると、店内へ慌ただしく駆け込んでくる青年がいた。彼は何やら青ざめた顔をして、店員に塩をくれと言っていた。ちょっと興味が湧いたが、話しかけるのもどうかと思ったので、横目で様子を伺いつつレジに商品を置いた。近くで見てみると、青年の服のあちこちに泥汚れが見える。ただの羽に見えないこともないが、見ようによっては小さな手形にも見える。ブルブル震えながら、店員に、
お祓いしてくれる神社はないかと尋ねていたが、いくらコンビニの店員でもそんなもの知らんだろう。呪われる、どうしようと言いながら、喫茶スペースで博多の詩を抱えていた。この辺りに心霊スポットなんかあったかなと、店員に聞いてみると、いつからか公園近くのゴミ集積所に何か出るという噂があるらしい。青年を見るとそれだと言わんばかりに首を縦に振っている。結局好奇心に勝てず、青年にコーヒーをおごりつつ話を聞くと、市松人形に襲われたと言い張る。ゴミバケツの上に高価そうな人形が置いてあって、それを持って帰ろうとすると小さな手でバチバチと叩いてくるそうだ。人形が動くなんて、可愛いじゃないか。ぜひとも見てみたくなり、青年に詳しい場所を聞き出し、その足で九段のゴミ捨て場に向かうことにした。ワクワクしながら探したが、それらしいものは見つからず、しばらくうろうろしたが何もなかった。諦めて帰ろうとキビスを返すと、不意にコンビニ袋が重たくなった。市松人形来たかと思い袋を見ると、おかっぱ頭で顔をくしゃくしゃにした赤ん坊のようなものが、チェシャ猫のようにニタニタした表情で収まっていた。全くもって可愛くない。驚きよりもむしろ、得体の知れないものが商品に触れた嫌悪感の方が勝る。そのまま袋を電信柱に叩きつけると、何かが潰れる音がしてから、黒い液体が吹き出した。缶コーヒー死亡のお知らせ。多分チョコもビチャビチャだろう。畜生め。袋を覗くと、いびつになった顔がまだある。嫌悪感から怒りに変わってそのまま何度か打ちつけると、ふと袋が軽くなった。中にはもう何もいなくなっていた。妙な達成感に包まれながら、唯一上着のポケットに入れて無事だったタバコに火をつけ一服すると、何かの鳴き声が遠くに消えていくのが聞こえた。袋はつい捨ててきてしまった。普段はポイ捨て反対です、すいません。とりあえずコンビニに戻るとまだ青年がいたので、人形はいなかったが変なのに荷物をダメにされたと愚痴ったら、驚いた様子でコーヒーとチョコレートをおごってくれた。動く人形、欲しかったな。私は霊感がある方ではないのですが、今までにちょっと不思議な出来事を経験したことが2、3回あります。その中でも特に忘れられない出来事についてお話ししたいと思います。それは私がまだ19歳の時のことです。当時私はバンケットコンパニオンの仕事をしていました。当時はまだ仕事がたくさんあり、私はアルバイトとして勤めていました。私が不思議な体験をしたのは東伊豆に行った時のことです。その日は大部屋で約100名くらいのお客様の接客をしました。私はいつも途中でトイレに行きたくならないように、仕事が始まる少し前に必ずトイレに行くようにしていました。その日は同僚は行かないというので、私は一人でトイレに行きました。いつも来ているホテルだったので、いつも通り当たり前のようにトイレにたどり着き、用を足すためにトイレの個室に入りました。すると、夏だったためかトイレの窓が全開になっていたので、私は窓を閉めようと思い手を伸ばした次の瞬間、窓の外には服を着た女性がいるのが見えました。年齢は50代くらいでこちらを見て優しく微笑んできました。私が驚いて、窓を閉めていいでしょうかと言うと、その方は何も言わなかったので仕方なく、すいません、閉めますね。と言って窓を閉めました。その後は何もなくそのままトイレを出たのですが、後から考えるとあの女性はとても不自然です。まずトイレの真横に女性が立っているのも変ですが、そもそもトイレがあるのは2階でした。女性がトイレの外に立っていられるはずがないのです。また、その女性が着ていた着物はそのホテルの他の中井さんが着ているものとは全く違っていました。つまり、そのホテルの中井さんではないということになります。では一体あの女性は誰だったのか
今でも思い出すと背筋がゾッとする話です。その日はそれが不自然なことだとは思わなかったので、他に同僚に、こんな女性見たことある？と聞かなかったのですが、後から聞いてみると、誰も見たことがないと言っていました。ただ、その日を境に私は不思議な体験を一切しなくなったので、あの女性は怖い存在ではなく、守り神のような存在なのかもしれないと勝手に考えています。人に話してもあまり信じてもらえない話ですが、これは私が体験した本当の話です。今は霊感は年齢とともになくなっていくもの、なのかもしれないとも思っています。とある学校で、旧校舎から女の子が見ている、という噂が広がった。その学校には使われていない3階建ての旧校舎が、校庭を挟んで新校舎と向かい合わせに建てられていた。旧校舎はもう数十年は使われておらず、先生から入ることは禁じられている。その旧校舎の3階の一番端の教室に、女の子が立っているというのだ。最初は S 君だけがその女の子に気づき、他の友人は誰も見たことがなかったのだが、次第に見た、という人が増えていった。その女の子は、なぜか S 君が校庭にいる時にだけ現れていた。皆はお化けだと怖がっていたが、幽霊なんて怖くないと思っていた S 君は、やべえ、俺のこと好きな子なのかな？なんてのんきなことを言っていた。そんなある日、友達と学校から帰宅しようとした S 君が、ふと旧校舎を見てみると、また3階端の教室からあの女の子が見ていた。よし、今日こそあの子に会いに行ってみよう。絶対にやめた方が良いという友達の忠告も聞かず、S 君は一人旧校舎へと入っていった。立ち入り禁止と言われているものの、旧校舎への侵入は皆が経験していた。裏の入り口から侵入できるのだ。しかし2階や3階へ踏み入ったという人は今までに聞いたことがない。S 君はギシギシ音を立てる階段を登って、3階端の教室まで向かった。たどり着いた教室のドアを引くと、中は物置き場のようになっていた。埃が積もった机や椅子が所狭しと重ねて並べられている。そしてその窓際に、女の子が肘を窓枠へ乗せて立っていた。本当にいた。と一瞬心を躍らせたものの、明らかな異変に S 君は気づいた。女の子は腰まで長い髪が伸びていたのだが、そこから下の下半身がなかったのだ。これは、まずい。S 君はそう思ったものの、恐怖で体が思うように動かない。すると女の子の首だけがゆっくりと後ろへ回り始めた。首を真後ろに向けた女の子の顔は青白くボロボロで、目には穴だけがあり、口は耳まで裂けていて人間ではなかった。うわー。悲鳴を上げて S 君が後ろへ尻餅をつくと、その女の子は肘をかけていた窓際からトカゲのように張って近づいてきた。S 君はとにかく夢中で逃げて階段を転げ落ち、全速力で旧校舎の出口へ突っ走った。旧校舎の裏には、S 君の帰りを友人たちが心配して待っていた。するとそこに血だらけになった S 君が飛び出してきて、やばい、やばい。と大声で叫びパニック状態に陥っていた。わけのわからない友人たちが、どうした ?S? と尋ねるものの、S 君は、ああ、と大声を上げて泣き叫ぶばかりなので、急いで職員室へと担ぎ込まれた。職員室でも取り乱している S 君を見て、先生たちは開口一番に、まさか旧校舎に入ったのか？と尋ね、友人たちが、そうです。と答えるなり数人で旧校舎の方へと向かっていった。その後、S 君は階段から転げ落ちたため、体のあちこちを縫う怪我をしたものの、なんとか回復した。旧校舎は先生たちによって厳重に封印され、どこからも侵入できないようになってしまった。こんな事件が起きたのに、
先生たちに詳細を聞いてみても、旧校舎には近寄らないように。の一点張りで何も教えてくれない。S 君はすっかり懲りたのか。その日見たというお化けの話はしてくれるものの、旧校舎には近寄るどころか視界にも入れないようになっていた。先生も協力して、S 君にだけは校庭で体育の授業をさせないという、特別措置をとっているところを見ると、かなりヤバいことになっているのは間違いないのだろう。そしてこの話を S 君から聞いた人たちは、なぜか頻繁に、旧校舎の3階端教室にいる女の子のお化けを目にするようになった。以前は S 君がいなければ見れなかったはずなのに。祖父母の家へ行った弟から聞いた話。弟は祖父母の住む色彩のないコンクリートブロックのような、灰色の団地がいつも不気味だった。でもそんなだから小さい頃より上の階へ行ったことがないことにふと気づいた。大学の夏休み中で浮かれていた時、好奇心で団地の上階に上がってみた。まあ、団地なので、どの階もハンデをしたように構造は変わらない。やがて最上階に着いたら、共用廊下突き当たりに、朝黒く退色した緑色の金網の扉がポツンとある。ところどころ錆びている。頑丈な作りだが網の目から屋上を確認できたらしい。何より気になっていたのは網目の向こう側に、杖をついた老人がいたこと。そこは安全策もない広々とした屋上で、弟は危ないなと思った。すみませんと声をかけてみても反応がない。屋上に出ようと扉を押すと南京錠が閉まっていてあれ？この人どうやって入ったの？と、不思議に思った。2、3度老人に声をかけたが、ぴったりと時間が止まったかのように反応がない。弟は気味が悪くなって逃げるように引き返した。後になって団らんの時間に祖母の前で、不思議な出来事として伝えると、祖母は昔を思い出すように語り出した。昔この団地の屋上から自殺目的で飛ぶ人がたくさん続いて困っていたけれども、組合で南京錠と高い柵を設置してからは誰も入らない場所。弟は、今でも祖父母の団地に行くと、帰り際私たち家族の足をわざわざ止めて、じっと、高い安全柵を見上げては、いる、と確認するようにつぶやいています。以上、過去の映像から14本。ここからはトークのフェーズだ。もう1時間くらい経つんだね。だいぶ冷えちゃったよ。さすがに約60分ノンストップは、カノンに大ダメージが入ったようだな。はぁ、本当に寒気が止まらない。紅茶飲みすぎちゃったかも。今回のランダムピックには、共通テーマがないからこその恐怖が隠されている。なんだろう？ただひたすらバラバラな種類の嫌な話が、押し寄せてきたようにしか思えなかったけど。わかってるじゃん。それこそがこの総集編のポイントだ。ジャンルがバラバラということは、いろんなホラー話を聞きたい人の新たな興味の扉となる。事故物件の話を見てた人が家での階段に移るとか？山の話から、土地の怪異の話に興味を広げていくとか？そうだな。知らない話がたくさんあることを知ってほしい。じゃあ今日はその興味の扉がたくさん開いてたんだね。その通り。無意識かもしれないけど、扉の意味に気づいたようだ。霊、呪い、奇妙な人、土地の怪異。いろんな話の恐怖の扉がずっと開放されていた。いろんな方向から、ホラー要素を同時に浴びちゃった？そんな深い意味があったら面白いなって話だ。同好会のみんなは怪談に興味があって、ここまで見てくれているはずだ。カノンほど大げさに怖がったりしないだろ。嘘、怖がってるのは私だけ。またいつか総集編をやるよ。お楽しみに。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。